皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、北海道帯広市において中国人が大量に流入している。しかもそれらの人々は高い割合で生活保護を受給している。生活保護を受給している人は1万人を超えているのではないかといった話などがツイッターを中心にして拡散されています。では実際どうなっているのかといったことについて帯広市が情報公開を行っているので、今回の動画ではそのことについて皆さんと共有しようと思います。それでは実際どうなっているのかについての関連ニュースを見ていきましょう。帯広市に中国人大量流入、生活保護不正受給、ネットのデマを市が否定。帯広市に中国人が大量に流入し、生活保護を不正受給しているといった事実と異なる投稿が SNS で相次いでいる。市はホームページで実際の受給状況を示し、情報を否定した。投稿の多くはツイッターで過去に放送されたテレビ番組の映像を引用し、帯広市に大量に流入している中国人は約 8% が生活保護受給者などと主張。中には帯広で中国人1万3000人が生活保護を受けているという誤った情報もある。記事の中で指摘されていた画像というのがこちら。北海道における中国人による土地の買い占めやもしくは生活保護問題などについて言及した小野寺勝氏の出演した回におけるシーンの一部を切り取ったものです。市がホームページで示した国の在留外国人統計などをもとにした生活保護の受給状況によると、2020年6月時点では市内全体で4805人が受給し、うち中国国籍は8人。一方、市内在住の中国人は計91人で、受給者の割合は 8.8% だが、2015年6月時点の在住者118人と比較すると減少しており、大量流入や不正受給の事実はない。市は国籍別に過去の受給者数をまとめたり公開してはいないが、現在も中国籍の受給者が急増している事実はないとする。帯広市のホームページがこちら。中国国籍の方の生活保護に関するインターネット上の情報について、帯広市において中国国籍の方の生活保護の受給状況は下記に示す通りですが、大量に流入という状況ではありません。また、生活保護の不正受給は認められるものではありませんので、国籍を問わず確認次第、必要な対処を行っております。なお、外国国籍の方に対する生活保護については、厚生労働省が示している取り扱いにより実施しているものであり、帯広市が独自に実施しているものではありません。提示されているデータを拡大したものがこちらです。帯広市の人口は16万5688人。そのうち生活保護を受けている人は総数で4805人。このうち日本国籍の方が4774人。そして全体のうち中国国籍の方が8人となっています。生活保護の 8.8% という数字というのは、全体から見た 8.8% というわけではなくて、帯広市に住んでいる91人の中国国籍の人のうち8人が生活保護を受けているという意味です。ですから、帯広で 8% の人が生活保護を受けているとして、中国国籍の人1万人以上が生活保護を受給しているという、そういった主張というものが全くの嘘であることがわかります。では、この話の出所として指摘されている小野寺勝氏がこの件についてどのように話しているかも見ていきましょう。小野寺氏はツイッターでこのような発言をしています。北海道新聞でこの件が偽情報ですよと否定されていることについて、このデマ情報には参っていました。しかも僕が出演していた報道2001で出された番組のテロップをよく理解もせずに勘違いして大騒ぎ。これに対し何十回、それは事実と違うと訂正したかわからず、サジを投げていましたが、やはりこうなりますわな。皆さん気をつけてくださいね。インターネット上では中国国籍の人たち1万人以上が生活保護を受けているかのような話として広まっているわけですが、この件について小野寺氏は自分はそのような発言をしていないと否定しているわけです。では、そのような間違った拡散をしているのは一体誰なのでしょうか。まず第一に挙げられるのがまとめのニュースサイトがツイッターなどで発言していました。検索してみると一番多いリツイート数で何千という拡散が行われており、これにより何十万人という人たちの目に触れている可能性があります。そして、まとめニュースサイトから発信されたものを受けて、個人のツイッターや YouTube、ブログなどでさらに拡散が進んでいるように思われます。帯広は北海道で人口5位の都市なわけですが、ではこのような比率というものは他の都市ではどうなのかも少し見ていきましょう。
各自治体の中国人の人口比率というものを出している方がいました。これを引用します。帯広市で 0.046%、釧路市で 0.076%、札幌市で 0.125% となっていました。そして北海道以外においては、大阪市で 1.522%、京都市で 0.830%、その他、名古屋、福岡、広島と続きます。全体として言えることは、北海道の各都市よりもどちらかというと、北海道以外の町における中国国籍の方の割合というものが高いことがわかります。まず第一に人口流入についての話は全くの間違いだと言えるようです。今回公表されたデータでは中国国籍の人は91人住んでいますよといった話なわけですが、去年や一昨年といったデータを見ると100人程度いたようだよといった話などもあるようです。ですから人口流入という点について言えば全くの逆の話で中国国籍の人が減っているという実態のようです。なぜそのように減っているかといえば中国からやってきた技能実習生が来ていないからではないかといった話のようです。この技能実習生というのは定住しているわけではなく年数がある程度限られた中において増減しているものですから、やはりこれも大量の人口が流入しているのだといった話などとの整合性はありません。そして不正受給の件について言っても中国国籍の人で生活保護を受けている人が8人というのですから、調査というのはそれほど難しくないはずです。これが1万人、2万人といった単位であれば調査は難航するはずですが、少なくとも1桁台であるということはそれだけ調査の難易度は低いはずです。ですからツイッターなどで拡散されている割には実態の話というのはかなりズレがあるようです。ではなぜそのように全く実態と乖離した話が拡散しているかといえば、実際問題北海道には問題があるからです。中国資本が土地を多く買っていますよといった問題などは実際にありますから、そういった意味において実際にある話と結びつく形できっとこの話も当然起こっているだろうと多くの方が考えたわけです。これに関連する話で北海道帯広においては在日中国人実業家とみられる方が広大な土地を買い、この広大な土地に朝鮮総連の関係者やもしくは中国とのビジネスを拡大していく意図なども伝わっており、帯広で中国人の流入やもしくは不正受給の話などもこれに関連する話としてかなりの信憑性を持って受け止められたのでしょう。ただこの在日中国人実業家の人というのも現在では日本国籍を取得しているのではないかといった話や、そもそも在日中国人という話そのものも本当かどうかはわからないといった指摘などがされており、どこまで本当の話かというのはわからないところがあります。そして一般的な話として北海道が危ないといった話がされているわけですが、実際問題人口流入という点においては都市部における在日中国人の割合が高いということが数値としては現れています。特に大阪、京都といった名前が出てきたところからわかるのは、北海道よりもむしろ都市部の方が投資先としては中国から見れば魅力的だということがあります。北海道は確かに土地が安く広大な面積を抑えることはできますが、しかし日本国内における経済的な価値というのはそれほど高いわけではありません。北海道の各都市というのは人口の減少に悩んでおり、この人口減少に伴ってさらに地域経済が破壊されるという今負のサイクルに陥っています。ですから土地の価格が上昇する見込みというのは一部を除いてはほとんど期待できない状態です。一方において大阪、京都といった関西エリアでの中国人の流入というものが進んでいる背景にはコストパフォーマンスが良いということがあります。現在は新型コロナウイルスの問題で海外からの旅行客というものがかなり途絶えている状態なわけですが、それ以前の状態で考えれば日本の観光地その1位は何といっても京都でした。ですから海外からの観光客を迎える入り口である大阪、そして京都というのは投資先として中国から見ても魅力的だったわけです。東京に比べると地価の安い大阪、京都エリアで土地を取得しビジネスをするということはそれこそ先々においても大きなお金になるという目算が立つのでしょう。こうした認識に基づいて現在では新型コロナウイルスによって観光客が止まっているにもかかわらず経営破綻した小さな宿泊施設やもしくはホテルなどへの買い付けなどが中国資本によって進められているニュースなども流れています。またそのような形でビジネスとして来るだけではなく住み着く人というのが増えれば増えるほどそこには現地の中国人グループというものが形成されるようになります。それこそ知っている人がいない地域よりも知っている人がいる地域へとどんどんと芋づる式に流入するという現象が起きます。
私たち日本人が中国で土地を買えないにもかかわらず、一方で中国の人たちは日本で土地を買って住み始めてしまうという現象については、何らかの規制をかける必要があるでしょう。それこそ土地の考えそのものについて言っても、外国資本の人は買えないといったことは最低限すべきです。買えるのはあくまでも使用権だけといった形にするのが、中国との関係における相互主義というものでしょう。最後に、中国国籍の人が生活保護を受けていることについても一言言っておきます。まず第一に、本当に生活が苦しくてギリギリの状態だという人々を一時的に救うことには別に私は反対はしません。ただし、非常に重要なのは、あくまでも一時的にというところです。少なくとも日本で長期滞在している人たちが生活基盤があるからこそ日本にいるのが許されているのであって、日本国籍を持っていない状態で生活基盤もないというのであれば、それはもう本国へ送還すべき事案です。ですから本当に苦しいんですね。当面の食費だけでも賄いましょうという意味で、1ヶ月程度生活保護を出して、それ以後全く目処が立たないようであれば、それこそ本来の国籍を持っている国へと送還し、そこから先はそれぞれの国において生活を再建してくださいとするのが本来のやり方だと思います。そしてこれらの人々というのが日本で生活基盤を確立することができなかったという実績を残し、それに基づいてこの先長期滞在ビザや就労ビザといったものが出せませんよといった制度などをしっかりと確立すべきでしょう。外国国籍の人たちに対する生活保護というのはあくまでも緊急の1ヶ月程度にとどめ、それ以後については本国へと帰ってもらうというのがこれからの日本政府がすべき施策となるでしょう。そしてこの話には一つ教訓があります。それは同じ日本人同士であったとしても情報を間違って拡散させてしまう人というのは必ず存在します。すべての人が情報を精査した上でこうなっていますよと声を上げているわけではありません。きっとこうだといった話で思い込んでいる人たちのもいます。ですからそのような形で、例えば今回であれば1万人以上の人たちが生活保護を受けているんだと真顔で言っている人がいたとしても、その人は本人は信じているかもしれませんが、実態とはかなりかけ離れているわけです。そのような情報に引っかかってしまった場合というのは、それ以後においては、その情報発信者についての信頼度というものを下げてください。というのも、そうした情報発信者というのは基本的には、その時だけ情報を発信しているというよりも、基本的には毎回のように問題意識を持って情報を発信しているかもしれませんし、もしかしたら自分の利益のために情報を発信し続けているかもしれません。ですから、1回限りではなく、何回でももしかしたら間違いを繰り返している可能性があります。それこそ朝日新聞の記事を読むように、この話というのが本当にそうなのかなというのを毎回疑ってかかるぐらいが良いかもしれません。騙されることや引っかかることというのは人間だったらどうしてもあるものです。しかし、騙されたことが分かった後においても、その情報発信者に対しての信頼性というものを下げずに、そのまま情報の拡散に手助けをし続けるというのは非常に悪いことです。自分が騙されたな、もしくは引っかかってしまったなという場合においては、そのようなことを反省し、次回からは気をつけるといったことが私たち自身についても必要なことでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。